ダチョウ、人間に敗北。口開けてるのがアホ感強くて草。途中から怒ってる理由忘れてそう。首から上と体から下が貧弱すぎる。キック力4トンとかいう化け物鳥なんだよな。次の標的に向かってるのか。いたずら好きにも程がある。エミューが数台のパトカーを率いて道路を走るダプ。足がスリムで羨ましい。大名行列。ダイナマイトボビ。天敵と言われる人間を率いてるのが草。パトカーの前を疾走する大きな鳥エミューはペットだった。普段このエミューは2メートルほどのフェンスに囲まれた広大な裏庭で過ごしている。だが、この日は庭木を切りに来た作業員に驚き、2メートルの柵を越え時速64キロで逃走。当局は恐ろしく逃げ足の速いエミューを4台のパトカーで追跡。その後エミューはこの地域にあるビクトリア様式の建物に来たところで飼い主に捕まえられ、無事に家に帰ることができた。ノリノリのダチョウさん。人間より乗ってる感じがいい。プリンセス天候のモチーフ。こういう人間との信頼関係築けてるのすごい。相手と話すときは目を見てって教わってないの？首の角度、イナバウアーやん。座ったらこんなに小さくなるんかい。こんなに頭振ってるから記憶力悪いんよ。この男性のことも次の日には忘れてるんだろうな。何かを召喚する気か？炎を目の前にしたエミューたちが儀式めいた動きを繰り広げていたけん。みんな揃って炎を見つめて、将来不安になってるのかな。北朝鮮並みの整列の綺麗さ。右の2匹身長柔軟やから弱。動物は本能で炎を嫌うけど、この子たちは興味あり？チキンレース的なやつ。人間でいうところのキャンプファイヤー。エミューとダチョウのイタチボールの遊び方が際立ってる。パパイヤ鈴木かと思った。これが本当の超突猛進。下唇だけ口紅塗ってる。眼球より脳の方が小さいから記憶力もないのかな。鳥類が視力一番すごい。こう見るの顔の凹凸がちょうどわからない。奇跡のタイミング。なんかパッと見、気持ち悪い。まさに鳥人間コンテストで草。ゲームのモンスターで出てきそう。歩き方モデルさんのウォーキングみたい。このダチョウストパー当てた？これどんな罰ゲーム？ダチョウのいる前で餌の入ったバケツを持たされた女性。こうなった。なんかこの人喜んでるようにも見える。打つべし、打つべし、打つべしー。わいはちょっとこれやってみたい。目でも疲れたら失明者や。ケルベロスが2匹いる。北斗の拳のテーマ流れてる？後ろの1匹だけ遠慮気味で草。鳩がベランダに卵を見やがった。手抜き工事すぎるやろ。こんなので生まれるのかよ。生まれるんだよな。巣作り諦めてる時もある。せめて努力しろ。育児放棄で草。ちなみに、鳩の巣作りに関しては日本でもこんな逸話が残されている。昔々仲のいい鳩とカラスがいた。鳩はカラスを呼んできて、巣の作り方を教えてほしいと頼んだ。カラスは親切に巣の作り方をやってみせた。カラスまずはこうやって、太めの枯れ枝を集めて土台を作るんだ。そしたら次に、細めの枯れ枝をたくさん集めて。鳩はそこまで見ると、もういい、あとは知ってる。とカラスを帰らせてしまったという。だが本当は、鳩はこの後どうするかを全く知らなかった。そのため、今でも未完成の巣のままで子育てをするのだという。鳩のセリフなんジェイミンみたいで草。人間、鳥触りたいな。鳥、飛ぶのサボりたいな。とんでもないことに。人間も使われる側になってる。他の奴らどういう感情？輪を乱す第1号。賢い。
後の鳥の労力えげつない。糞落とされたらウケる。今日はここか、カメラで撮影していると必ず邪魔しに来るエミュー。わい、エミューって手があるの知らんかった。ちゃんと話聞いてるのかわいい。エミューってダチョウの仲間と思ってたけどガチョウの仲間らしい。映り込むタイミング分かってて草。目ん玉可愛すぎるだろ。ちゃんと叱られてるの分かってて草。飼い主さんめちゃおこやん。奴らが狙うのは目玉らしい。ダチョウ参戦。サイクリストをロックオンしたダチョウ、ひたすら後ろから追いかけて煽る煽る。ダチョウがカメラを追い越して行った瞬間はロタ。怖すぎはロタ。気性の荒いダチョウに追いかけられるなんて恐怖すぎる。ダチョウって70キロぐらいのスピード出るらしい。持久力も半端ない。ジョコボのテーマ聞こえてきそう。ダチョウの正しい乗り方レッスン。ダチョウも結構大変なんだ。日本でいうところの牧場のポニーに乗ろう体験のように、南アフリカでは、ダチョウに乗ろう体験を実施しているところもあるみたいで、ポニーに乗るように簡単にはいかないようだ。足細いのに馬力あるな。とりあえずどこ持っていいか迷う。首掴んだらダチョウ苦しいんだろうか？蜘蛛の糸の次はダチョウか。スパイダーマンのパロディ映画かな。これがデッドプールならあり得る絵面。キリンさん逃げてー。シルエット時には同類。本来キリンの方が体格差で勝るのに。逃走中のワンシーン。なぜ追いかけてるかも忘れてそう。キリンは1日10分ぐらいしか寝れないらしいよ。スピード勝負ならダチョウに分がある。ダチョウ界のマイケル・ジャクソン。ただ横切っただけでなぜかじわる。一定のリズム刻んでて草。首反ってるから姿勢がよく見えるね。こう見たら可愛らしいけど、凶暴性丸。こんな動きするからすぐ忘れるんよ。こういう動きからダンスが生まれたの？ぐるぐるダチョウ。歌舞伎の一幕の動きで草。まさしく千鳥足。動きが特徴的すぎる。産ませてよ。独創的な場所に巣を作った鳩。ここにあえて自分の色足してるのが草。シャンプーハットみたい。持ち主さんにも感謝。でかいカリフラワーの上でも作れそう。Oh my god! He's flying! Wait, is that actually your crew? Wait, I'm so confused. タクシーの運転手と仲良しのカラス。車と並んで飛び、落ち込んだ乗客を慰める。すごい。 feed him. 運転手さんも嬉しいだろな。カラスは賢い生き物やから分かってるんやろな。Okay. 一緒に並走してくるところも可愛い。餌あげるとき指痛そう。カラスって人の顔がわかるらしいよ。これはレアな瞬間だね。Actually, in trouble. ホラー映画かな？カモメ集団、車内のポテトを奪おうと執拗にガラス越しから攻撃。ウォーキングデッド状態で草。マクドは生物全部の大好物。ニモで見たことある光景。ワイならポテトの箱持ってて出すわ。可愛い顔してやることいかつい。カモメに限らず鳥は集団行動好きだよね。人間が美味しいもの食べてるの理解してて草。バーゲンセールのおばさんみたいで草。優しい世界。母猫に捨てられた子猫3匹を巣の中で守っていたインコ。こういうのは見ると癒される。優しすぎてキュン死する。インコも本能的に守ってあげないとって思ったんだろう。猫ちゃんまだ小さいからよかったね。温かい気持ちになります。リアル鶴の恩返し？怪我をしていた野生の大鶴、助けてくれた男性の元を離れず深い絆を結ぶ。絶滅危惧種に指定されている希少な野生の大鶴が、片足から血を流しているのを発見したインドの男性は、自宅に連れ帰り、怪我の手当てをし、元気になるまでお世話をすることにした。
男性の愛情を込めた懸命な看護により、少しずつ大鶴は回復し、数ヶ月後、ついに怪我を克服した。もう自由に飛び立てる状態となった。だが大鶴は、自分を助けてくれた男性のそばにいることを選んだようだ。男性と強い絆で結ばれた大鶴は、常に寄り添うように男性と一緒にいる。バイクに乗っている時も飛びながらその後をついてくる。鳥も種類によるけど、懐きやすいよね。これカレー食べてない？大丈夫？変なもの食べさせない方がよろしいかと。ほんまにおとぎ話の世界やん。恩返しというより、紐状態で草。死んだ鳥を空飛ぶドローンとして再利用する科学者たち。飛距離紙飛行機で草。なんかかわいそう。死んでるとはいえやっていいことと悪いことある気がする。こういうやつは罰当たればいい。鳥がドローンと間違われて無駄に殺されそう。ドローンはドローンのままでいいじゃない。綺麗な放物線とはこのこと。科学者の頭の中マジでわからん。自分を小さい人間だと思っている飛べないカラスと絆を育む女性の物語。アメリカテネシー州の非営利団体が運営する保護区では、保護した野生の鳥にリハビリを施して、再び自然へ解放する活動をしている。その保護区に、ペットショップから救済された1羽の胸白ガラスが暮らしている。世話役として働くスタッフの女性は、その年老いた飛べないカラスがとても聡明で社交的であること以外に、自分のことを鳥ではなく小さな人間と思っていることに気づいたという。カラスは、複数の言葉をすぐに真似し始めました。特別な訓練をする必要はなく、カラスはただ毎日私たちが使う言葉を自然に覚えていったんです。自分を人間と思うにしてもサイズ感の差。カラスって喋るんか。野生に帰れなくてもここにいたら十分幸せだね。華麗なるピンポンダッシュを決めて去っていく鳥。困惑する家主。ちゃんとカメラの位置わかってて草。そろそろ機動隊に出動要請。これは常習的にやってる感あり。インターホン壊れるで。力加減わかってなくて草。賢いからいたずらの認識もあるんだろうな。荷物探してて草。嬉しいニュース、世界最高齢の71歳のアホウドリが元気な姿で島に帰ってきた。ハワイ諸島のミッドウェー島には、繁殖期になると多くのアホウドリが産卵のために巣を作りにやってくる。中でも、専門家の注目を集めているのが、世界最高年齢の野鳥として知られている推定71歳のコアホウドリのウィズダムさん。ウィズダムさんは、去年の2月に同島で産卵したことが確認されたが、今年も島に戻り、元気な姿を見せてくれた。このもちもち感羨ましい。去年の2月、ウィズダムさんはこの島で、70歳にして卵を産みヒナを返すという快挙を成し遂げた。70歳で卵を産めるのかよ。人間でいう親が孫をあやすぐらいの年齢さ。いつまでも元気でいてね。